不動産屋さんの怪談です。パチンコ屋さんとか遊園地とかって意外に霊が集まるようですね。さて今回のお話は岩手県にお住まいの50代の男性の方からいただいたお話です。その方を仮に渡辺さんとしておきます。渡辺さんは若い頃からたまに休みにパチンコをすることがあったのですが、なぜか時々パチンコ屋さんの店内に入るとめまいや吐き気がして具合が悪くなることがあったそうです。ただ大概少し休めば回復したのであまり気にしないようにしていました。さて今から4、5年前のことです。朝の11時頃だったそうで、また久々にパチンコをしに行ったそうです。店内は混んでおり、パチンコ台はほとんど埋まっていました。良い台ないかなと探していたのですが、なかなか見つかりません。店内をしばらくうろうろしていると、さっきは全く気がつかなかったのに、ちょうど好きな台が空いていたのでした。ラッキーと思った渡辺さんは、吸い込まれるようにその台の椅子に座ったそうです。渡辺さんは早速台に玉を入れたそうです。そしてその直後だったと言います。左肩が急にズーンと重くなり、それと同時にめまいがしてきたんだそうです。うわまただこの重みとめまいと思ったのですが、最初は車酔いでもしていたのかなと思いました。まだ始めたばかりで玉がたくさんあり、今すぐやめるにはタイミングが悪すぎたそうです。渡辺さんは以前のようにしばらくすれば治るだろうと思い、不調と戦いながらパチンコを続けたということでした。ところが収まるどころか、どんどんめまいがひどくなり、顔も青ざめてきたそうで、すぐに横になる必要がありました。隣の席の人も渡辺さんの様子がおかしいのに気がついた感じでした。早く場所を変えて休まなくてはと渡辺さんは焦ったそうです。やっと玉がなくなったので、なんとか席を立ち、店内のソファーで倒れ込むように横になったそうです。1時間ぐらいそのまま横になり、様子を見たのですが一向に良くなりません。左肩は相変わらず重く、めまいもひどかったのですが、今なら頑張ればなんとか動けると思い、渡辺さんは駐車場の車までふらついたまま移動して、車の中に入り、シートを倒してかなり長いこと休んでいたそうです。2、3時間は休んでいたそうで、やっと運転できるくらいに回復しました。渡辺さんは当時霊能者の方のお仕事の助手を始められた時で、霊現象についてある程度の知識があったそうです。そこでこの今渡辺さんに起きている現象は霊障だと思いました。若い頃からたびたび起きていた原因不明の体調不良もおそらく霊障だったのだろうとこの時気がついたそうです。そこでまず渡辺さんは霊感の強い友人のところに向かいました。その方はサービス業の方だったため仕事中でも会うことができたので、まずはその方に自分の状況を見てもらおうと思ったそうです。その友人のお店に行って彼に会うや否や即答で「ついてるぞ、おめでとう、頑張れな」と言われてしまいました。渡辺さんは内心やっぱりなと思ったそうです。そしてその後何かが映る可能性があるので自分の顔を写真に撮ってみました。するとその写真はなんと渡辺さんの顔の左半分が溶けていたんだそうです。目も頬も口もだらーっと垂れ下がって醜く歪んでいました。でも鏡に映った自分の顔は全く正常で、写真だけが歪んでいたのでした。それで渡辺さんは完璧に霊に入り込まれてしまったと分かったそうです。すぐにその写真を彼が助手を務めている霊能者のところに送りました。するとその霊能者は即渡辺さんに彼女のところに来るように霊を払ってくれたそうです。不思議なことにそれ以降渡辺さんは左肩が敏感に霊に反応するようになりました。ですからその後またパチンコをしていると、座っている渡辺さんの後ろで黒い人の形をした影がスーッと左肩をすり抜けていったのがはっきり分かったそうです。
少しずつ渡辺さんは隠れていた霊感が目覚めてきたようでした。さて、それからだいぶ経った頃でした。渡辺さんはある日3人で車で出かけたそうです。渡辺さんが運転し、助手席に奥さん、後部座席に友人が座っていました。外は明るいお昼過ぎでしたが、渡辺さんたちは途中で道に迷ってしまったんだそうです。それでどこかで方向転換する必要があったので、その場所を探してしばらく進むと、ちょうど良いところにパチンコ店の広い駐車場がありました。あそこの駐車場内でぐるっと回って方向転換しようと思ったそうです。そこで渡辺さんたちはその駐車場に車を入れました。それはよくある郊外型のパチンコ店の広い駐車場で、入り口から順路をまっすぐ50メーターぐらい進むと、正面に駐車スペースが横並びにあり、ちょうど真正面に車が1台駐車してありました。渡辺さんはふと何気なくその車に目がいったそうです。するとその助手席に女性が一人だけで乗っていました。奥さんも友人も一緒に3人でその女性を見たそうです。それは若い女性に見えましたが、なぜか下を向き、うつむいたままで顔はよく見えませんでした。ただ渡辺さんは一瞬ですが、とわずかな違和感を感じたそうです。何か変で影が薄い感じがしたそうです。でも車をすぐ左に切らないとその車にぶつかってしまいますから、左折してまたすぐ右に切ってその車の横を通過する形になりました。つまりその車の運転席の横を通る形になったわけです。その車の運転席側から助手席を確認すると、女性はうつむいたままで座っているのが分かりました。渡辺さんたちはその車の横を通り過ぎ、後ろに回り、そのまままっすぐ順路を進んで、またぐるっと駐車場を一回りする形で、その女性の乗っている車の前に戻ってきました。すると車内にはさっきの女性がいませんでした。渡辺さんはあれと思ったのですが、自分らが車を回している間に降りたのかなと最初は思ったそうです。でも自分たちが戻ってくるまでの時間はあっという間で、降りたとしてもがらんとした広い駐車場のどこかにまだ姿が見えるはずでした。とりあえず渡辺さんは車を出口の方に進ませていたのですが、渡辺さんだけでなく後の2人も不可解に感じていたようで、渡辺さんはもう一回確認してみようと思いました。そこで引き返してさっき来たのと同じルートで例の車に向かって入り口からまっすぐ進んだそうです。するとまたその女性が助手席に座っていたのでした。女性は現れたり消えたりでしたが、確かに影が薄い感じだったそうです。渡辺さんはその女性が生きている人ではないと分かりました。こうして渡辺さんは少しずつ霊が見えるようになり、いろんな体験を重ねていったそうで、今では霊能者さんの補佐としていろんな相談を受けるお仕事をしているそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。